はい、ではりょうたろうです。ここで紹介する動画は虎の性格について紹介していきたいと思います。撮ってる時寝起きですで、世のため人のためが合言葉、博愛精神の強いバランサー。特徴を言うと、小さい頃から経営者感覚、面倒見がよく頼られると放っておけない。で、笑いながらストレートに本音を言う。で、自分は直球だが相手の言い方は気にする。バランス感覚抜群。全体像をつかんでから取り組みたい。で、縄張り意識が強く生活圏を大事にする。で、お腹が空くと機嫌が悪くなるで、さりげなく計算高い。即断即決はしない。で、カラフルなファッションが好きで、バッグをたくさん持っている、という特徴があるらしいです。で、基本性格が、悠然とした雰囲気の中に指導力、責任感の強さ、知性、組織をまとめる力などバランスよく併せ持つ親分肌、自由を愛する前向きな自信家ですと。で、抜群のバランス感覚で人間関係を構築できる上にマナーや礼儀も身についている。で、根っからの組織人、有言実行で約束は絶対に守るので、周囲からの信頼度は抜群です。で、プライドが高く頑固で思い込みの激しい面もありますが、面倒見が良くて優しい気配り上手、博愛精神の持ち主で、情が深く人間的な温かみがあるので周りから好かれます。幼少期の学生時代に友達にいたんですよね。そんな感じしますね。で、男性は兄貴、女性は姉御と慕われるような人が多いでしょう。で、恩は借りっぱなしにせず返そうとする賢い、義理がたいところも魅力的ですと。ただ自分に厳しい分他人にも厳しいので、周囲は中途半端な気持ちで、虎と付き合うことはできません。常に白黒をはっきりさせたがり、笑いながらきつい言葉を発するような一面も、確かにあるかも。で、思いつきで行動することはなく、常に計画通り着実に動きます。全部自分で把握しておきたい思いが強く、突発的なトラブルでパニックに陥ることも。何でも自分でやらないと気が済まない器用貧乏な面も目立ちますと。で、空腹時は機嫌が悪いので要注意と。で、このキャラクターの攻略法、誰に対しても公平平等がモットーなので、相手の地位や立場などでは動きません。人間力で勝負しましょう。親しい間柄でも口の利き方には厳しいので、細心の注意を払って、空腹時は不機嫌なので食事をしながら商談するのがベストで、仕事、全方位から慕われる有能さ、独裁者になりがちな点に要注意。天性のバランス感覚と器用さを生かしながら持ち前の根性で仕事をやり遂げます。で、スピード感より理論とこだわりを重視で、どの分野でも優秀な仕事ぶりを見せるため周囲から大いに頼られます。で、面倒見も良いので職場では全方位から慕われるでしょう。一緒にバイトとかしてたその友達のトラ君は、確かに面倒見が良かった。そんな雰囲気がある、頼れる雰囲気。ただ12キャラ中最も主導権を握りやすいだけに、自分が正しいと思ったことは絶対曲げず、異論を受け付けない頑固な面もあると。で、無駄が嫌いで、きちんと計画を立てて効率的に仕事を処理したいタイプ。期日をきちんと守る姿勢は社内外から高評価ですが、器用貧乏なので何でも自分でやろうとし、仕事を抱え込んでしまうこともあります。で、オンとオフの区別は明確で、オフの時は仕事の話は一切しません。確かにそんな感じだった。友達はね休みの時までそういう話やめようやみたいなね感じだった友達はね。で、適職は実業家、会計士、看護師、CA。CA って多いな、意外と。で、テレビディレクター、俳優、声優、美容家、獣医、スポーツ選手、ゲームクリエイター、ミュージシャン、カラーコーディネーター、芸人が適職。統計学ではね。健康面、
スポーツは日常の一部、ストイックに鍛えて健康増進。スポーツ好きだったな、その友達も。サッカー部で休みの日はよくキャッチボールしたりとかね、外で遊ぶことの方が好きだったんじゃないかな。ゲームもしてたけど。で、体を動かすことが大好きなトラにとってスポーツは日常の一部。体力の限界に挑戦するのも自分の可能性を知るための大切なトレーニングの一つという意識で取り組みます。よく一緒にバス釣り行ってたな、ブラックバス釣りで。バランス重視のトラらしく全身運動が求められるものが特に好みで、登山、スキー、水泳、テニスなどに精を出します。日々筋トレにも励んでいるので、筋肉は固めで痩せ型というよりはがっちりしたタイプが多いかもしれない。確かに太ってもなかったし痩せてもなかったし、普通のそれなりに筋肉ある感じみたいな全部自分のトラデータは友達になってるけどね。体重、体脂肪、血糖値、血圧などの数値もしっかりとチェックしているので、自身の体調の異変にはすぐ気がつきます。で、今後も大切な体への関心を高く持ってしっかり向き合う姿勢をキープし、こまめにメンテナンスをというところですね。トラさん健康では、恋愛について時に怨念に変わるほど情熱で愛する人に心から奉仕、よく学びよく遊ぶを体現するトラは、しっかり働く分遊ぶのも大好きで、恋愛も積極的で自身を向上させるためにこれをしたいと常に思っています。男女ともしっかり者の頼れる雰囲気が異性には魅力的に映るでしょう。で、自分が先に好きにならない限り相手からモーションをかけられてもなびかない硬派なタイプですが、恋愛のスイッチが入ったら一点周囲が見えないくらいに没頭、友達もそんな感じだった。愛する相手に精神的に深く尽くします。特に女性は大切なものを投げ打ってでも相手の元へ突き進むような激しさを見せます。で、思いが強い分裏切られた時の執念は凄まじく100倍返しする危険性も怖いね。で、男性は自分を信頼し尊敬してくれる相手にメロメロ、心から大事にするでしょう。自分が知ってる友達はそんな感じ、間違ってない感じかな。で、エッチについて、男の場合セックスが好きなトラや、自信のないトラ、お店通いするトラなど様々。お店通いってあれかなでも決まった人ができたら目移りしません。なるほど。確かにそうかも。女性の場合、誠実に尽くされ心身ともに結ばれる。長時間かつ頻繁なセックスを求めます。長時間かつ頻繁な。でもトラってなんかね、性欲が強いイメージあるんだよね。友達もそうだったけど、その動物の中でも強め性欲。ただ忙しい時は一切断り。それはね、結婚後も友達のように仲良し。役割分担して仕事と家庭を両立。責任感が強いトラは結婚後も誠意を持ってパートナーを大事にします。で、結婚しても仕事と家庭を配分よく両立させたい派で、夫婦それぞれでしっかり役割分担をして不公平さを排除します。で、結婚後も友達のようなカップルでいるのが理想で、週末や休暇は遊びの予定を入れてしっかりとエンジョイ。バランス感覚の良さを生かして仕事に励む日々からの見事な切り替えを見せます。マイホーム主義で毎月家賃でお金が消えていくのは残念に思うタイプで、きちんと計算しながら早いうちに自分の家を持つという夢を実現させる人が多めです。で、経済観念が発達しているので、夢のために倹約するのは苦にならず、夫婦で協力し合ってお金を貯めていくでしょう。で、相性のいいパートナー、理性的で合理的な考えができて、筋が通っており、自信や正義感にあふれる堂々とした人が好み。権威ある人、専門の技術や知識を持った人とも相性がいいでしょうと。金銭感覚、マネーの虎というだけあって、お金にはとても敏感でシビアで、お金の大切さを実感していて執着は強め。人生の目標に向かってしっかり加える、貯蓄していくタイプですと。で、計算能力にも長けていて、素早い損得感情も得意。ただ決してケチというわけではなく、使うときは豪快に出費します。でもそんな感じだったな。
貯める払うトータルな金銭感覚は12動物中最もノーマルで平均的。貯める払うというトータルな金銭感覚は12動物中最もノーマルで平均的で、働いたら貯めて使ってという配分は見事で極端な偏りは見せません。で、給料などは自分が提供した時間と能力の結果であると思っているので、正当に評価されないと一気にモチベーションダウン。またお金は人間性を移すと考えているので、金銭面でルーズな人には相手にしません。購入したものが気に入らなかった際は返品するなどお金に絡むことには一貫してシビアで、注意ポイントで、損得感情抜きには物事を考えられないので大きな失敗をすることはないでしょう。ただ後輩から頼まれると太っ腹から散財してしまうこともしばしば。ポイント自由ヘイト博愛主義を軸に信じる道を突き進もう。で、裏表がなく誰に対しても対等に接することができる虎は人に媚びたり忖度したりすることもなく、自分の本音に正直な生き方をしています。で、しかしその堂々たる生き方は会社や組織から理解されないこともしばしばで、それが自身のストレスの元凶になってしまうこともあるでしょうと。で、自由平等博愛精神を持ち優秀で人望あるあなたは社会に貢献できる人。狭い社会の中で心ない言葉をかけられることがあったらそのことを思い出し、自分の信じる道を突き進む強さを持つことが幸運につながりますと。で、困っている人を見ると放っておけない優しさや強いものに立ち向かっていく勇気を自分自身で肯定することができれば外野の声に惑わされなくなりますと。人間関係のポイント。基本的には相手に誠実で人によく尽くす面倒見の良さは大きな魅力。常に柔軟性とか客観性を保ち謙虚さを忘れず相手を尊重すると対人面はより安定しますと。で、克服した方できればいいポイントね。独りよがりな態度を改めれば持ち前のバランス感覚がもっと輝く。で、虎は自分よりも他人に厳しい目を向けがちなのが難点。人からの言葉を気にする反面自分は人にきつい物言いをしてしまうことがあります。で、また物事のけじめが曖昧で、公私混同して周りから疎まれてしまう場面も、理知的なところと高いプライド頑固さも相まって敵を作ることも多いでしょう。で、思い込みの激しさゆえに自分の、意見への反論は向きになって認めないことも。もともとバランス感覚に優れた人なので独りよがりな考え方に注意すれば、より生きやすくなりますと。また一度決めたことは徹底してやり遂げる根性がありますが、夢や目標の実現には良き協力者が必要。相手の意見にも真摯に耳を傾けると可能性が広がりますと。で、今回虎に関しては、6種類の分類にさらに分けられるので6種類目、1番目から紹介していきます。1、愛情あふれる虎。分け隔てない愛を注ぎ周囲を虜にする大物気質で、気取ったところがなく飾らずね、ありのままの自分をさらけ出す尋常感。ゆったりとした雰囲気が大物感を漂わせる一目置かれる存在です。で、溢れる愛情で周囲の人を包み込みメロメロにするでしょう。で、精神的にも肉体的にもタフな楽天家ですと。で、ソフトな人当たりですがプライドはしっかりと持っており、頭脳も明晰、時々きつい一言を言うこともありますが、それは愛情の裏返しで、人に合わせる場面も多少ありますが、それによって相手を貶めたり恨めしく思ったりはしませんと。2、動き回るとは猛烈に自分の世界を作り上げていくインテリタイプと。で、明るく無邪気、極度の負けず嫌い、自分の夢の実現を目指し全力を尽くします。どんな辛いことも笑いながら乗り越えていくような芯の強さは見事で、生まれ持った明るさで、困難に直面した時には底力を発揮します。マイペースながら細やかな神経と鋭い観察眼を持った知性派で、散らばった情報を整理するのが得意で、自然と周囲の人が力になってくれるような強運の持ち主でもあります。で、動き回ることで
幸運を呼び込めるタイプですが、恋愛だけは受け身ということらしい。3、ゆったりとした悠然の虎、自然体でキャプテンチェアに座る自由な王者。自由を愛し自分らしく自然体で生きていたいという願う、楽天家で、人見知りや小人は無縁、誰とでもフレンドリーに関わり、天性の包容力で相手と円満な関係を築きます。一方で内に冷静さと知性を秘めるがゆえにちょっと冷たい印象を与えることも。でまた全体を見回してプランニングするのが得意なので、歯車的な生き方は合いませんと。で反骨心旺盛でそれを場に戦い続ける理想高き人でもあり、狭い常識や世間体に縛られるのは苦手で、常に海外生活を夢見ています。なるほど。4、楽天的な虎、異なる二面性を併せ持つ不思議な魅力のある存在で、平凡を愛する気取らなさが光る優しくてポジティブな人、偏見なく公平な眼差しで物事を見つめることができます。虎の中では珍しく繊細なハートの持ち主、楽天的な性格とロマンティストの芸術家気質の二面性が不思議な魅力となり、人を引きつけるでしょう。仕事人間には程遠く感性と直感に従って自由に生きるのが理想。筋の通らないことは認めない頑固さがありますが、人よりも自分に厳しいタイプで奉仕する精神が旺盛で、人を優先しすぎて自分を見失わないように注意しましょうと。5、パワフルな虎、堂々たる風格で存在感を放つ正義感の塊という。高い理想に向かって全力で突進していくエネルギッシュな人で、正義感が強くどんな事態にも動じず正攻法で対応します。で困っている人には手を差し伸べて義理と人情を欠かすことはありません。で理不尽なことは大嫌いなので、弱者を助けるために権力を反発することも。でパワフルな人間力はみんなの憧れの的になり、熱い人望が集めますが、自分を買いかぶりすぎて孤立しないように注意しましょうと。金銭運に恵まれて生涯を通じてお金に困ることはほとんどありません。いいね、お金に困らないって。それ6、これ慈悲深い虎、母性愛や人類愛がベースの気高くピュアな人で、温和で誠実、細かな気遣い力が魅力で、外見を含む純粋無垢な印象と誰に対しても優しく尽くす姿勢は神々しさすら感じさせますと。同性異性ともに人気があり、目上の人から可愛がられますと。で勉強熱心で学んだことを素直に実践しようとするのが努力家で、また卓越したコミュニケーション能力の持ち主なので、教育者にも向いており、その背中を多く生徒や弟子が追うようになります。でマイルドな人当たりですが、プライドは高く名誉を重んじるタイプで、頭の回転も速い人っていうことですね。以上がトラの情報でした。いかがでしたでしょうか。該当してましたか、トラさんたち。以上です。はい、それでは、それぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時に月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とか行動パターンとか分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のなんかパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、そのなんか変な意味じゃなくてね、なんかこの人はなんか話しててなんか相性いいけど、この人とはなんかうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたらなんか相性悪いみたいな、なんかそんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、
なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回、占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところが、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、ちょっと、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今のところ男性ユーザーが 90% 主張を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなというのが一つと、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。なんかいろんなことはスピリチュアル的な霊感的な、ちょっとそういうの結構そのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話してるんで、それ見てもらうと分かるんで、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。YouTube でできるように、コンテンツ増やしていこうかなと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味、前は別にそういうことする気なかったんです。増やしていきたいし、チャンネルも登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。